おいメタン、起きろ。チャート見たか？ビットコインがまた最高値更新。ソラナも爆上げ。ミームコインなんて一晩で100倍。まさに大航海時代の再来なのだ。相変わらず騒がしいわね。ずんだもん。でも、その大航海って表現、あながち間違ってないわ。2008年、サトシ、中本がブロックチェーンという新大陸を発見してから十数年。今の暗号資産市場は、まさに群雄割拠。それぞれの正義、それぞれの野望を持った英雄たちが覇権を争う戦国時代そのものよ。戦国時代か。確かにビットコインは不動の王様って感じだし、イーサリアムは何でも知ってる魔術師みたいだな。そう、王の座を狙うスピードスター、ソラナ。銀行業界と手を組む作詞、XRP。学術的な正しさを追求する賢者、カルダノ。そして民衆を熱狂させる道化師、ドージ。へえ、そう聞くとワクワクするね。僕の推しのあのコインもどこかで戦ってるってことなのだ。華やかに見えるわ。でもね、ずんだもん、気づいてる？この英雄たち全員が致命的な弱点を抱えたまま戦っていることを。弱点？ビットコインに弱点なんてあるのか？最強のセキュリティを誇るデジタルゴールドなのだ。ふふ、王様には王様の、魔術師には魔術師の悩みがあるのよ。今日はそんな英雄たちの光と影、そして歴史の裏でうごめくある予兆について話していきましょうか。まずはやっぱり王様ビットコイン。最近は ETF も承認されて、機関投資家もガンガン買ってるデジタルゴールドとしての地位はもう誰にも揺るがせないのだ。その通りよ。セキュリティは最強、知名度もナンバーワン、資産を守る金庫としては人類史上最高の発明と言ってもいいわ。でもね、ずんだもん、あなたその金庫を持ってコンビニに行ける？いや、それは重すぎて無理だよね。それが弱点よ。ビットコインは重すぎたの。1回の送金に10分以上待たされ、混雑時には手数料が数千円にまで跳ね上がる。サトシ、中本はピアツーピア電子キャッシュを目指したはずなのに、いつの間にか動かせない銅像になってしまったのよ。なるほどな。なら次は魔術師イーサリアム。お金だけじゃなく NFT やリーファイも動かせるワールドコンピュータ、これこそ最強なのだ。確かにイーサリアムは世界を変えたわ。でもその魔法を使うための対価覚えている？送金するだけで数千円。混んでる時はもっと取られるやつ。ガス代が高すぎて僕みたいな庶民には手が出ないのだ。そう、世界中の計算を一つの場所でやる設計には無理があったの。今は L2、つまり別館を立てて分散させているけど、資金移動が面倒だったり、ハッキングのリスクが増えたりと、複雑回帰な迷宮になりつつあるわ。だったら今の流行りはソラナだね。ガス代は安いし、スピードは爆速。ビットコインやイーサリアムの弱点を全部解決してるよ。速さは正義よ。でもずんだもん、F1 カーで砂利道を走ったらどうなると思う？そりゃ壊れて止まるよ。F1 カーはサーキット専用なのだ。その通り、ソラナは極限までスピードをチューニングしている分、構造が複雑で繊細なの。だからアクセスが殺到すると処理しきれずに、ネットワーク全体が停止してしまう事故が過去に何度も起きているわ。なるほど。ビットコインは遅い戦車だから壊れないけど、ソラナは速い F1 カーだからエンストするってことなのだ。それに、そんな F1 マシンを整備できるのは超ハイスペックな機材を持ったプロのチームだけ。私たちみたいな一般人はネットワークを支える裏方にはなれない。つまり一部のエリートだけが管理する中央集権的な構造になりやすいという指摘があるのよ。わかったかしら？ずんだもん、分散性を取れば重くなる、機能を取れば高くなる、速度を取れば中央集権になる。これをブロックチェーンのトリレンマというの。あちらを立てればこちらが立たず。今の暗号資産市場はこの解決できないパズルの上で何かを犠牲にしながら踊っているに過ぎないのよ。なんてことだ。僕たちは一生重い金庫か高い手数料か止まるかもしれないチェーンのどれかを選ばなきゃいけないのか？そう思われていたわ。2021年まではね。わかったかしら？ずんだもん、頑丈な戦車は遅い、速い F1 カーは壊れやすい、高機能な魔法はコストが高い。このトリレンマ、速度、分散性、セキュリティ、3つ全てを同時に満たすことは数学的に不可能だと長い間信じられてきたわ。なんて意地悪なパズルだ。僕たちは一生何かを我慢して使い続けるしかないのか？サトシ、中本が論文で描いた理想の通貨なんて幻想だったのか？多くの開発者がそう思って POW、プルーフ、
オブ・ワークという古い技術を捨てていったわ。でもね、もしも捨てられた古い技術の中にこそ答えが隠されていたとしたら？おい、なんだこの光は。ビットコインのオレンジでもイーサリアムの青でもない。2021年、暗号資産バブルの熱狂の裏で誰にも気づかれずにそれは産声を上げた。企業の後ろ盾もない、大口投資家の先行取得もない、開発者の事前取り分もない、完全にゼロからのスタートだったの。ビットコインは守り抜いた絶対的なセキュリティ。それを犠牲にすることなく、理論上の限界まで速度を手に入れた異端の王。おいメタン、もったいぶるなよ。その正体は一体何なのだ？その名はまだ伏せておきましょう。でも覚えておいて。歴史は繰り返さない、進化するのよ。気になりすぎて夜も眠れないのだ。次回、絶対に見逃すなよ。